ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ、自己最高記録25メートル潜水。2つ、10キロオーバーの GT の捕獲。3つ、10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成しきることができるのか。おはようございます。昨日何もなかったんで完全に元気になりました。コンディションが抜群に整っております。6月18日、今日もね、船を使って GT を狙いに行こうと思う。船を使うのには3000円かかるんですけども、これは投資、GT という大きなリターンをね、求めてね、船を利用しましょう。船、普通にチャーターしようと思ったら、10万くらいします。この企画やから3000円。俺のやし。あの船俺のやし。相場ね、相場が10万ぐらい。3000円の投資をして GT を取りに行きましょう。ちょっとじゃがいも無料でもらったんで申し訳ないんで。なんでいいのに何作ったん？一昨日取った霞味なんですけど、刺身とか美味しいんでぜひ。いや開けていい？さすがすごいね、ありがとう。ありがとうね。今日はですね、海に行く前にとあることをします。というのもですね、こちら魔法瓶を買ってきました。昨日の味噌汁を温めて入れて海から上がった後に食う。これ贅沢でしょ。絶対最高じゃん。というわけで小さい鍋に魚たちを移して温めていきましょう。どんぐらい入るんやろ。うわー、いいね。上がった後の豆腐とか絶対うまいやろ。では着火。はい、今日の朝晩はこちら、潜る前の栄養補給です。消化に1ミリもエネルギーを使いたくないので砂糖です。そして水、栄養の詰まったドリンク完成。美味しくね。普段はねウィダーインとかね飲んでるんですけど、高いから今日はこれでいい。朝ごはん完了しました。それではね、魔法瓶に味噌汁を入れていきましょう。ちょっと具材がでかい説がある。入ってくれ。お玉で入れよう。これ最高やろ。はい、それではこれで今日の潜りの後の楽しみができましたね。それでは海に行きましょう。今日はね、だいぶ普通だったら漁に行かないぐらいの海です。めちゃめちゃ海が荒れてるんですけど、こういう荒れてる日にこそ巨大魚は出てくる、そういうジンクスがあります。やばいです。爆荒れです。今回さて今日は16日に GT を見たポイントにやってきました。小魚がたくさんいます。これは回遊魚が来る可能性が高いです。今マサルが泳いでる場所は波が打ちつけて危ないんですけど、こういう白い泡の中からいきなり GT が現れることが結構あるんですよね。ただ今日はいませんでしたね。で、この日はですね、GoPro のデータがほとんどないんでね、ちょっと皆さんごめんなさい。見づらいかもしれません。ということで、ここで南洋ブダイを発見したマサル。遠くから狙いを定めて、ヒット。いい突き場所ですね。気になるお値段は3480円となりました。かなりいい収入となりましたね。さて今度も何か見つけたようだ。皆さんも一緒に息を止めてみましょう。潜行開始。この岩の下に魚が入っていくのが見えたんですよ。ちなみにマサルが潜水してる時間は基本的には1分ですね。はい。コンディションがいい日は2分とか行くこともあるんですけども。さて、魚が出てくるまで根気強く待ちます。と、ここでようやく出てきたようですね。相手を脅かさないようにゆっくりと近づいて、狙いを定めて、ヒット。
いやー、貯めましたね。果たして何が取れたのでしょうか。お、こいつは石垣台ですね。それもまあまあなサイズですね。気になるお値段は750円でした。さて、何か魚がいると合図をしております。何がいるのでしょうか。潜行開始。さっき石垣台が取れた穴と一緒ですね。皆さんいきなり来ますよ。はい、来ました。ヒット。穴の奥に潜られると回収するのが大変なんで、なるべくこのタイミングで回収していきます。よし、なんとか引き抜けました。こちらはアジアコショウダイ。塩焼き、刺身、何にしてもうまい魚ですね。さて、今度は水面を狙っているが、何がいるのか。潜行開始。ヒット。下が何か小さくてわからないですね。こちらのお魚は小判アジ。めちゃめちゃ味がいいと噂の魚です。初めて取れたので何気に嬉しい漁獲です。そう、俺がずっと食べてみたかった小判アジが取れたの。めっちゃくちゃ美味しいらしい。GT おらんな。もう一発や。さて、2回戦ですね。実は夕方の方が魚が警戒心が薄いんで取りやすいんですよ。ヒット。こちらも南洋ブダイですね。結構大きいんじゃないですか、これは。気になるお値段は4080円となりました。これはでかすぎます。さて、ここで石垣台を発見。岩に体を固定して狙っていきます。ヒット。こいつは中くらいのサイズですね。さて、ここで16日目に GT を見たポイントまで到着しました。もしかしたらいるかもしれない。一応見ておきましょう。しかし GT が姿を現すことはありませんでした。今日はもう諦めて魔法瓶の味噌汁を飲みましょう。箸1本しか持ってきてないわ。うわー、しみる。豆腐うまそう。うめえ。でも船酔いしそう。こんな揺れながら食ってたら最高ですね。本日の合計は1万60円でした。はい、ということで家に戻ってきました。いやー、小判アジね、ずっと食べてみたかったんよ。こんだけでかい小判アジはもう初めて見ました。めちゃめちゃ興奮したし、この着く瞬間にうわ当たるーってめっちゃ思ったもん。さすがにこのまま食べるのはもったいないんでね、熟成していきます。初めに言っときます。疲労でろれつが回らなくなってきました。ちょっとね、お聞き苦しいかと思います。鼻声みたいな感じになってるんじゃないかな。小判アジはね、この3点が特徴的な魚なんですけども、とにかく警戒心が早くて、なかなかね、素潜りではつけないんですね。そもそも数も少ないし、それで食べたかったんですよ。高級魚の島アジとかともね、これも似てるじゃないですか。だから近い味がするんじゃないかな。まずは鱗を落としていきましょう。おっと、結構硬いね。やっぱ鱗落としてるだけでね、上質な身って感じがする。鱗はね、結構しっかりくっついてる。そう、これ小判アジっていうのにさ、税語がないね。アジって名前がついてて税語がない魚ってあんまいないんだけどね。じゃあ頭を落としていきましたい。はい、落とせました。じゃあお腹を開いていきます。これはお腹が深いタイプだな。こうですね。
じゃあ歯ブラシでね血合いを落としていきましょうか。よし。はい、そしたらこちらはですね熟成していきます。まあおそらく2日目あたりぐらいがねちょうど美味しいんじゃないでしょうか。水分をしっかりと切っていきます。とりあえず水が出なくなるまでは拭きます。はい、そしたらキッチンペーパーを突っ込んで、キッチンペーパーで2周ぐらい巻いていきましょう。ほんでラップをかけます。こんだけいい魚なんでしっかりとした処理でね食べましょう。 OK で、今日はねこの小判アジの頭を味噌汁に追加していきます。頭が割れるのか100均包丁で、危ねえな。よいしょ、100均包丁でも割れます。そしてエラをもぎます。黒いですね。頭から出汁が出るやろう。はい、そしてこれねむっちゃんからもらったじゃがいもですね。これを味噌汁に入れていきましょう。芽が出てないから芽取らなくてもいいらしいです。楽でいいね。これもね一口サイズに切っていきましょう。そして昨日作った味噌汁に入れていきます。これどんどんね旨味が凝縮されていくはず。いろんな食材が入ってね。でこれを茹でていきます。かなりね味噌汁つまんだんですけども、まだお腹空いております。早く食べたいですね。はい、それでは完成しました。はい、ということで本日の料理が完成しました。これもう完全食なんじゃない？ローファットっていうダイエットをね続けてるんですけども、じゃがいもで糖質が含まれて魚でプロテインが取れる、脂質もほとんどない。もうこれ完璧でしょ。そして皆さんこれを買ってしまいました。そして皿もね買っちゃいましたよ。はい、それではいただいていきましょう。これ小判味絶対うまいだろう。あ、普通や。霞味を炙って味噌汁にしてるんでほとんどね味が分かんないです。霞味になってる。じゃがいもうまっ。やっぱ糖質うめえな。いやでもね今回ね第2章ちょっと目標がちょっと高すぎる可能性がある。今 GT 狙ってるんだけど GT ってもう本当にパワー強くて取れるんかな本当にあれが。だし水深 25m って結構やばいんですよ。何がやばいかっていうと、まず距離がやばいよね。普通に 25m プール往復分の長さだからさシンプルに長いじゃん。の上で流れとかがあるからスーってまっすぐ行くわけじゃないよ。だから 25m 潜るのにこれちょっと斜めに潜っていくからだいたい 30m 分ぐらいは泳ぐんよね。水深 25m に行こうと思うと。だからまずそこがやばいっていうのと、あとね水深 10m ごとに気圧が1上がるって言われてて、 10m だったら2気圧、 20m だったら3気圧、 25m だったら 3.5 気圧の水圧がかかるって言われてるんですね。何が言いたいかっていうと、空気ってあるじゃん。空気って1気圧だと今このぐらいの空気が2気圧だと半分になる。で3気圧だと3分の1で、それがどういうことかと言いますと、水深 25m に行くと空気の大きさが陸上の 28% になるわけよ。つまり肺の中の空気とかも 28% までギュッてちっちゃくなるの。だから水深ね、もうこれね潜ってる人にしか分かんないと思うんですけど、だいたい水深18とか超えてきたあたりぐらいから肺がギュッてされて痛くなってくるんだよね。だって肺が3分の1以下に潰されてるんだよ。やばくない？水深 25m って。でね、ちなみにね海底ではね青いもの以外はね全部黒く見えるんで、それもねちょっと皆さんに見せれたらね面白いかなと思います。もう真っ赤なものが水深 25m では太陽の光が届かないから黒くしか見えないんですよ。全く別世界です。色も全く別世界で、体力的には別に水深 25m 多分いけると思うんですけど、深いとこ潜ると肺胞って言って肺の中にある小さい風船みたいなのがいっぱいついてるんですけど、それがね割れるんですよ。結構危ないんですよね。ちょっとねメンタルのコンディションもねしっかり整えていかなきゃいけない。はい、それではねようやく18日目終了でございます。なんかねここに来て肩と手首が完全にぶち壊れてきたんですけど、水中銃のエイムが良くなってきました。水中銃のコツを掴んできたと同時に腕が破壊されてきました。あとは僕の腕はどのぐらい持つのでしょうか。で明日はねなんかね洪水警報が出てるぐらいね雨が降るらしくて、結構行くのすら厳しいかもね。天候に左右される職業っていうのがねちょっとこれしんどいよね。でも仕方なしや。もう GT 様に今日もお祈りしときましょう。取らせてください。